今回は追い抜きをしてはいけない場所の解説です。追い越しは進路を変える場合、追い抜きは進路を変えない場合でしたね。追い越し禁止場所はなんとなくわかるけど、追い抜き禁止場所ってあったの？追い越し禁止場所と追い抜き禁止場所。なんだかこんがらがりそう。それでは最初に追い越しをしてはいけない場所から解説します。追い越しが禁止されている場所は、1、標識で禁止されている場所。2、道路の曲がり角付近。3、上り坂の頂上付近。4、勾配の急な下り坂。5、車両通行帯のないトンネル。6、交差点とその手前から30メートル以内の場所。7、踏切とその手前から30メートル以内の場所。8、横断歩道などとその手前から30メートル以内の場所。これらの場所では道路交通法により追い越しをすることはできません。そして、この中に追い抜きもできない場所があります。それはどこかわかりますか？どれも追い抜きはできるような、できないような。ちょっとわかりづらいですね。では次に、これらの場所で追い越しをしてはいけない理由を考えてみましょう。追い越しをするためには対向車線にはみ出したり、前の車より速く走る必要があるので、対向車との衝突リスクや、速い速度はそれだけでリスクが大きいです。その他にも、追い越し操作は複雑で、前方だけでなく後方など周囲の交通状況に気を配って、意思疎通を図らなければならないので、余裕がなくなったり、前の車の死角で前方の危険を見落とすリスクもあります。そのようなことから、これらの特定の場所では追い越しが禁止されています。では、追い抜きをするリスクは？追い抜きでは、対向車線にはみ出さないし、追い越しに比べると速度を出さなくてもよかったり、操作も比較的余裕があるかな？そうですね。対向車との衝突リスクがなかったり、必ずしも前の車より速い速度で走る必要がなく、自分のペースで走れるので、危険リスクは少ないかもしれませんね。でも、追い抜こうとする前の車の死角で、危険な状況を見落とすリスクがあるかもしれません。そのリスクのある場所といえば？横断歩道？正解です。横断歩道や自転車横断帯のある場所では、道路を渡ろうとしている歩行者などを見落とすことがあるかもしれませんね。だから横断歩道と自転車横断帯では、追い抜きも法令で禁止されています。ここだけは追い越しも追い抜きも禁止というわけです。でも、その他の場所でも、追い抜きが危険がないというわけではないので、むやみに追い抜きはしない方がいいですね。詳しくは別の動画で解説したいと思いますので、次の動画もご視聴してくださいね。